こんばんは、ゆうです。数日前の朝、次に YouTube でお伝えするのはこのことなんだと感じたことがありました。去年から瞑想中に地球のエネルギーラインや霊ライン、集合意識などについてたくさんのビジョンを見せられてきました。そして数日前の朝、そのすべての点と点が一本につながったように感じたのです。ライオンズゲートと集合意識。私たちは本当に新しい地球を作り始めているのかもしれません。去年、私は数多くの神社へ導かれ、浄化やヒーリングを続けていました。その頃から地球のエネルギーラインや霊ライン、日本の龍脈と思われるビジョンを何度も見せられるようになりました。そして今年、榛名神社、戸隠神社、諏訪大社など、去年見せられた龍にまつわるラインと重なるような場所へ自然と導かれていったのです。さらに瞑想中には、龍、ピラミッド、光の道、クモの巣、胎児、陰陽太極図など、次々と象徴的なビジョンを見せられました。私たちが現実だと思っている世界は一つしかないように感じますよね。でも、もしテレビのようにたくさんのチャンネルが同時に存在しているとしたらどうでしょう。パラレルワールドという言葉を聞いたことはありませんか？ちょっと難しい言葉に感じますよね。でも、テレビのチャンネルを思い浮かべてみてください。怒りや恐怖や不安を煽るような戦争のニュースを流しているチャンネルもあれば、愛や調和を伝える自然の美しい映像を流しているチャンネルもあります。テレビの中にはいろいろな番組が同時に存在しています。私たちは無意識のうちにどこか一つのチャンネルを見ています。パラレルワールドもそれと少し似ています。いろいろな可能性の世界が同時に存在しているという考え方です。実際、何百ものパラレルワールドが存在しているとも言われています。そしてタイムラインとは、今日はどのチャンネルを見るか、そんなイメージです。自分の意識や選択が変わることで、見える景色も少しずつ変わっていくのです。テレビ局が今日はこのニュースをたくさん流そうと決めると、多くの人がその情報を見ます。でも視聴者が私は別の番組を見ると選べば、その人の体験は変わるのです。私たちは周りに流されることもできます。でも、周りがどんなチャンネルを見ていても、自分で見るチャンネルを変えることができます。以前の動画でも、波動が現実を作り、見る世界が変わるというお話をしました。実はそれも今回お話ししていることとつながっています。自分が波動を整えていくことで、それと共鳴するチャンネルを自然と選ぶようになっていくのです。
そして集合意識はみんなで見るテレビ番組のようなものかもしれません。今まではどのチャンネルを見ようかなという個人の話だったかもしれません。でも一人一人が愛や調和を選ぶことでその選択が重なり合い、集合意識という大きな流れそのものも変わっていくのです。私は今年のライオンズゲートはそんな新しいチャンネルへ切り替えていくタイミングなのかもしれないと感じています。これまでの動画の中で2026年のテーマは思い出すことで、自分が本来愛と光そのものの存在であり、現実を作り出す力を持った尊い存在であるということをお話ししました。未来を決めるのは誰かではありません。新しい地球を作るのも誰かではありません。さらにこれからの新しい集合意識、ワンネスの時代は一人で何かを成し遂げる時代ではありません。私たち一人一人が創造主として周りとつながり、共鳴し合いながら毎日新しい集合意識を作っています。だからこれからは私は何を受け取るかではなく、私は世界に何を届けられるだろう、誰と共にどんな世界を作っていきたいのだろう、そんな問いがこれからは今まで以上に大切になってくるように感じています。この変化は人によっては今まで感じていたワクワクの感覚にも影響が現れるかもしれません。これまであなたがワクワクしていたことに対して興味が薄れ、虚しく感じることもあるかもしれません。自分の成長のためにしていたことに急に意味を見出せなくなるかもしれません。でも焦る必要はありません。以前の興奮やワクワクを無理に取り戻そうとする必要はありません。その空虚感は本来あなたの魂がその学びは終わりました。次のステージへ進みましょうと優しく教えてくれているサインなのかもしれません。そのためにも今日から始まるライオンズゲートの18日間は宇宙から何かを受け取る期間というより、私は誰とどんな世界を作るのか、それを決める期間なのではないかと感じています。もしこの動画をご覧になって何か共鳴された方は、いいねとチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。また、私も愛と調和の集合意識を選びます。私も新しい地球を共に作っていきたい、そう感じられた方は、コメント欄に集合意識と書いてみてください。コメントを書いてくださった方へ、令和8年8月8日午後8時8分から愛と調和の世界を共に作る意図を込めて、高次元のこと座の愛のヒーリングエネルギーをお送りします。当日リアルタイムで受け取らなくても大丈夫です。必要なタイミングで受け取れるよう意図してお送りしますので、安心してくださいね。この動画が愛と調和の集合意識へつながる小さな光の架け橋になれたら嬉しいです。
必要な方へこのメッセージが届きますように。それではまた次の動画でお会いしましょう。